みんな、ずんだもんなのだ。今日も元気いっぱいに世界の最新ニュースをお届けするのだ。今日はね、みんなもよく知っているお隣の国、韓国にまつわるニュースをピックアップしていくのだ。でもね、みんな、実は知ってたのだ。韓国の国歌って、昔はなんと、蛍の光のメロディで歌われていたらしいのだ。びっくりなのだ。日本とそんな意外なつながりがあったなんて、ずんだもんも初めて知って、とっても驚いたのだ。そんな意外な歴史もある韓国にまつわるニュースを、今日は全部で5つお届けするのだ。中でも特に注目してほしいのが、5つ目のニュースなのだ。キム・ジョンウン氏、トランプ会談に条件提示、ソウルには門戸閉ざす。という、ちょっとドキドキする記事なのだ。北朝鮮のキム・ジョンウン総書記が、アメリカのトランプ大統領との会談に新しい条件を出しただけでなく、韓国に対してはすごく厳しい態度を示したらしいのだ。非核化は絶対にありえないってはっきり言っちゃったのだから、国際情勢に大きな影響を与えそうな、とっても大切なニュースなのだよ。今日の動画が面白かったら、ぜひ高評価とチャンネル登録、よろしくお願いするのだ。ずんだもんの活動の励みになるのだ。さあ、みんな、最新のニュースをずんだもんと一緒に見ていくのだ。東アジア、朝鮮半島の南半分に位置する、活気に満ちた国、サウスコリア、韓国について紹介するのだ。首都は世界的にも有名な大都市ソウルで、豊かな歴史と現代的な魅力が共存しているのだ。長い歴史を持つこの国は、激動の時代を経て、現在は自由民主主義国家として発展を続けているのだ。特に戦後の目覚ましい経済成長は、観光の奇跡として知られているのだ。人口は約5100万人で、コンパクトな国土ながらも多くの人々が暮らしているのだ。経済を牽引するのは、世界をリードする IT 技術、半導体、自動車産業なのだ。そして、何といっても韓国の大きな魅力は文化なのだ。K-POP や韓国ドラマ、映画は世界中で大ブームを巻き起こし、韓流という言葉が定着しているのだ。また、美味しい韓国料理も外せない魅力の一つなのだ。近年では、環境問題への意識も高く、再生可能エネルギーやスマートシティの推進にも力を入れているのだ。グローバルなスタートアップ企業も次々と誕生し、常に新しい挑戦を続けている。目が離せない国、それが韓国なのだ。一つ目のニュースなのだ。韓国の自己株式改革、グローバル規範との乖離、民主党の焼却義務化推進が問う国際的合成という記事なのだ。韓国では今、上場企業に自己株式の焼却を義務付ける改革案が進められているのだ。これは、韓国の民主党がコリアディスカウントって呼ばれる韓国企業の株価が国際的に低い評価をされている問題を解決して、コーポレートガバナンスを強化しようとしているからなのだ。自己株式っていうのは、会社が一度買い戻した自分の会社の株のことなのだ。提案されている法改正では、新たに取得した自己株式はすぐに、または1年以内に焼却しなきゃいけないし、すでに持っている自己株式も法律が施行されてから6ヶ月から5年以内に焼却することが義務付けられるのだ。この改革をしている人たちは、株の数が減れば1株当たりの利益が上がって、投資家さんももっと信頼してくれるようになるって期待しているのだ。でも、財界からは、ちょっと待ってほしいのだ。っていう声が上がっているのだ。韓国商工会議所 KCCI は、今まで大企業が敵対的な買収から会社を守るために自己株式を使ってきたから、強制的に焼却させられたら、会社のリストラが難しくなったり、債務が危なくなったり、経営権が奪われる危険もあるって心配しているのだ。だから、もっと慎重に進めるべきだって訴えているのだ。世界に目を向けてみると、アメリカ、イギリス、日本みたいな主要な国では、会社が自己株式をいつまで持っていて、いつ焼却するかは、基本的に会社の裁量に任されていることが多いのだ。例
えばアメリカのほとんどの州では取締役会が決めることになっているし、日本も取締役会や株主の承認があれば自由にできるのだ。カリフォルニア州みたいに自己株式の概念がないところもあるけど、強制的に償却を義務付けるようなルールはほとんどないのだ。ドイツは少し厳しくて、自己株式が資本の 10% を超えたら3年以内に処分しなきゃいけないけど、これは特別なのだ。KCCI の調査によると、韓国の主要企業の自己株式保有率は平均 2.31% で、アメリカの 2.54%、日本の 5.43%、イギリスの 4.93% よりも低いのだ。さらに、アメリカや日本には、ポイズンピルや黄金株みたいないろんな買収防衛策があるけど、韓国はほとんど自己株式だけに頼ってきたのだ。だから、もし自己株式の償却が義務化されたら、韓国の企業はもっと買収されやすくなっちゃうかもしれないって専門家たちは警告しているのだ。ACCI の偉い人も、ただ償却を義務付けるだけじゃなくて、会社の経営権を守るための対策をちゃんと話し合いながら、自己株式の処分プロセスを公平に進めることが大事だって言っているのだ。この改革が韓国の資本市場にどう影響するのか、みんなでしっかり見ていく必要があるのだ。2つ目のニュースなのだ。自己株式の償却、投資家への追い風は韓国企業にリスクとなるかという記事なのだ。韓国では、与党が上場企業に自己株式の償却を義務付ける商法改正を推進しているのだ。これは投資家にとって朗報と見られている反面、企業にとってはリスクとなりうるとの議論が起きているのだ。提案されている改正案は、新しく取得した自己株式を即時、または1年以内に償却することや、既存の自己株式を6ヶ月から5年以内に償却することを求める内容なのだ。これにより発行済み株式総数が減るため、1株当たり利益、EPS が向上し、投資家の信頼が高まると考えられているのだ。ユーザイアカリ大統領も、韓国株が割安に評価される、コリア、ディスカウントの解消を目指す、コスピ5000アジェンダの中心に自己株式の償却を据えているのだ。実際に、HMM や LG が自己株式の償却を発表した後、株価が急騰する事例も見られるのだ。しかし、韓国の企業、特に財閥は、この動きに強く反発しているのだ。自己株式はこれまで、敵対的買収に対する重要な防衛策として機能してきたからなのだ。他の国で一般的なポイズンピルやデュアルクラス株式のような防衛策が韓国には少ないため、議決権のない自己株式を有効的な第三者に譲渡し、経営陣に有利な票を確保するホワイトナイトの役割を果たしてきたのだ。過去には SK や現代エレベーターなどがこの仕組みを使って買収を退けた事例があるのだ。自己株式が償却されると、企業はこうした防衛手段を失い、アクティビストファンドによる敵対的買収や経営権紛争に対して脆弱になると懸念されているのだ。また、債務の柔軟性が失われるという問題もあるのだ。企業は緊急時や経済の低迷期に自己株式を売却して資金を調達してきたのだ。強制的な償却は、この重要な資金調達の選択肢を奪い、企業の経営やステイ性を損なう可能性があるのだ。韓国上場会社協議会も、自己株式の償却義務化は、企業が迅速に資金を調達したり、株価を安定させたりする能力を損ない、企業と株主双方の利益を害すると国会に懸念を表明しているのだ。このような法制化の動きを受けて、多くの企業はすでに自主的に自己株式の償却を進めているのだ。今年1月から8月までに206社が自己株式の償却を発表し、昨年1年間の合計をすでに上回っているのだ。HMM、NAVER、LG などの大手企業も巨額の自己株式償却計画を明らかにしているのだ。これは義務化される前に自社の条件で対応しようとする動きなのだ。3つ目のニュースなのだ。イ大統領、
今月2度目の訪米も貿易協定交渉は期待薄という記事なのだ。イ大統領が就任後初めて国連総会に出席するためニューヨークへ旅立ったのだ。5日間の日程で朝鮮半島の平和戦略や世界の平和と繁栄への貢献について演説する予定なのだ。特に近年高まった南北間の敵意を解消するため非核化の3段階枠組みを通じた緊張緩和と和解を誓うのだ。北朝鮮の金正恩委員長は非核化への執着を捨てればトランプ大統領との会談に前向きだと発言したのだ。これに対し韓国は米朝間の核協議再開を支持するけど朝鮮半島の非核化という目標は変わらないと強調しているのだ。北朝鮮の体制は尊重し九州統一は目指さないのだ。イ大統領は先月のワシントン訪問に続き今回が1ヶ月で2度目の訪米なのだ。今回はトランプ大統領との会談は予定されていないけど10月末の APEC 首脳会議で再開する可能性もあるのだ。先月の首脳会談では韓国製品への米国の関税が 25% から 15% に引き下げられる貿易協定が進んだのだ。その代わり韓国は米国のプロジェクトに3500億ドル投資することに同意したのだ。でも具体的な進め方で話し合いが滞っているのだ。イ大統領はこの貿易協定を追加措置なしで進めると1997年の金融危機のような状況に直面する可能性があると警告しているのだ。米国への多額の投資を考慮すると無制限の通貨スワップが必要だと主張しているのだ。今回の国連総会はイ大統領が東アジアの地政学における仲介者そして北朝鮮との緊張緩和のペースメーカーとしての役割を果たす決意を示す場でもあるのだ。ニューヨークではウォール街の金融関係者とも会談し韓国株式市場の成長の可能性を訴えるのだ。木曜日には投資サミットを開き韓国市場への投資を呼びかけるのだ。KOSPI 指数はここ数週間好調でイ大統領は5000ポイント突破を目指しているのだ。これはこれまでのコリアディスカウントを解消しコリアプレミアムを生み出すことで韓国株式市場をさらに活性化させたいという狙いなのだ。さらに米国の投資会社ブラックロックの CEO とも会談し AI やエネルギー転換について話し合うのだ。イ大統領は金曜日に韓国へ戻る予定なのだ。4つ目のニュースなのだ。検察小田の小学1年生殺害教師に死刑求刑という記事なのだ。小田で小学1年生を殺害した教師ニョン・ジェワン被告に検察が死刑を求刑したのだ。この事件は今年2月10日、48歳のニョン被告が自身が勤める小学校で小学1年生のキム・ハヌルさんを放課後に別の教室へ誘い込み、事前に用意していたナイフで刺し、殺害したのだ。キムさんは病院へ運ばれたけど、残念ながら亡くなってしまったのだ。検察は太田地方裁判所での公判で被害者家族がミョン被告に最も厳しい処罰を強く求めていることを強調したのだ。ミョン被告は裁判所に86通もの手書きの反省の手紙を提出しているけど検察は捜査段階では真の反省が見られなかったと指摘したのだ。一方でミョン被告の弁護側は心神耗弱を主張する可能性もあるのだ。提出された精神鑑定の結果ではミョン被告が犯行時に心神耗弱の状態だった可能性が示唆されているのだ。ミョン被告は過去8年間もうつ病の治療を受けていて昨年12月まで精神的な健康を理由に6ヶ月間の休職をとっていた経緯もあるそうなのだ。もし心神耗弱が認められれば刑法第10条に基づき刑事責任が減刑されるかもしれないのだ。しかし検察はミョン被告の犯行が彼女の精神状態だけで起きたとは考えていないのだ。ミョン被告が犯行前に殺人に関する情報を調べるなど
計画的な準備をしていたことを指摘し、その行為は精神的な問題だけでは説明できないと主張しているのだ。この事件を受けて太田教育長は4月にミョン被告を解雇し、教師としての資格も剥奪したのだ。韓国の特定犯罪過重処罰等に関する法律では、13歳未満の児童を誘拐または誘引して殺害した場合、死刑か無期懲役が課せられるのだ。裁判所は10月20日にミョン被告への判決を言い渡す予定なのだ。この事件が被害者家族だけでなく社会全体に与えた衝撃はとても大きいのだ。5つ目のニュースなのだ。キム・ジョンウン氏、トランプ会談に条件提示、ソウルには門戸閉ざすという記事なのだ。みんな、大変なニュースがあるのだ。北朝鮮のキム・ジョンウン総書記がアメリカのトランプ大統領との会談について新しい条件を出したのだ。そして韓国に対してはすごく厳しい態度を示したらしいのだ。金総書記は、もしアメリカが非核化という考えをやめて北朝鮮の現実を認めるなら、トランプ大統領と会うのはやぶさかではないって言ったのだ。トランプ大統領とは個人的に良い思い出があるってことも話したのだ。でも大事なポイントは、北朝鮮が核をなくす非核化は絶対にありえないってはっきり言ったことなのだ。北朝鮮の核保有は国の最高の法律で決まっていて、変えられない神聖なことなのだって強調したのだ。だから非核化を求めるのは憲法違反を要求するのと同じことだって言ったのだ。一方で韓国に対しては顔を合わせる機会は決してないって断言したのだ。韓国のリー・ザイアカリ大統領が提案した非核化計画も昔の人が考えたものをただコピーしただけだってバカにしたのだ。北朝鮮と韓国は最も敵対的な2つの国。統一なんて必要ないってはっきり言っちゃったのだ。統一はどちらかが消滅しないと無理だって言ったのだ。専門家の人たちは、金総書記の今回の演説はトランプ大統領を北朝鮮外交の真ん中に戻して、これから開かれる APEC サミットの議題を北朝鮮にとって有利に進めようとする狙いがあるって分析しているのだ。トランプ大統領に良い思い出があるって言ったのは対話の可能性を残しているように見えるけれど、非核化を拒否して厳しい条件を出したことで実際には交渉のハードルをすごく上げたってことらしいのだ。北朝鮮の核はもう既成事実なんだってメッセージを送っているのだね。この演説は北朝鮮と中国、ロシアの協力が強まっている時期とか、労働党の重要な記念日とか、韓国で新しい政権が始まったばかりのすごく大事なタイミングで発表されたのだ。だからイ・ザイアカリ大統領の国連での演説に対する先制攻撃みたいな意味合いもあったらしいのだ。今回の金総書記の発言は国際情勢に大きな影響を与えそうなのだ。これからどうなるか、スンダモンも注目していくのだ。文化や経済で世界をリードする韓国は活気に満ちた国なのだ。一方で企業統治改革や北朝鮮との関係、痛ましい事件など複雑な課題も抱えているのだ。自己株式改革は投資家には両方でも企業にはリスク。北朝鮮は強硬姿勢で緊張が続くのだ。多様な魅力と挑戦を続ける韓国の未来にスンダモンは注目していくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を
緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。